はい、今回はですね、こちらのデルのノートパソコンを新しく購入したので、ちょっと紹介しようと思います。これデルインスピロン14、5000という型式なんですけども、1週間ほど前に届きまして、で1週間使い続けた感じなんですけども、これ本当に素晴らしいですね。これ使ってる時にね、これどうやってこの素晴らしさを伝えようかなってもうずっと考えてたんですけども、まず一つ、こちら低価格で、なおかつ高性能なんですよ。これ購入時の価格が52,782円で、税込みで送料込みなんですよ。でスペックがこんな感じですね。あのね、この5万円台でこのスペックってやばくないですか？ちょっとね、スペック表を最初見た時信じられなかったんですよ。これ本当5万で買えるのかと。で実際届いて、で使ってる時でもまだ信じられなかったですね。これ本当にこれ5万円なのかと。このスペックでと。それぐらいね、すごい衝撃を受けましたね。でこれ僕が買った時だけ安かったってわけじゃなくて、常に5万円台なんですよ。さっき確認したら価格 .com で56,082円で、税込み送料込みですね。だからこの動画出してる頃には値上がりしてますねとかじゃなくて、常に5万円台で価格 .com で買えるってことなんですよね。いやほんとすごいなと思いますね。これデルの工場から直接来るんですよね。どっか量販店を通して来るってわけじゃなくて、多分直だから安いっていうのもあるんですよね。いやほんとね、いい時代になったなと思いますね。でこちらの重量なんですけども、価格 .com のスペック表だと 1.4 キロって書いてるんですけども、実測値が 1.336 キロで、この AC アダプターを入れても 1.6 キロぐらいなんですよ。めちゃめちゃ軽いと。でもそもそもね、この AC アダプターいらないんですよ。なぜかというと、これ USB PD に対応してるから、AC アダプターだとこれ 45W って書いてるから、45W 出力以上の USB PD を、ここの USB-C 端子に挿すと、もうこれで充電されちゃうんですよ。だからそもそもこんなん持ち歩かなくてもいいっていうね。もうすごくこれ身軽に運用できるっていうね。これもね、これ購入したポイントですね。軽くなった理由としてやっぱり M.2 ってのが挙げられますよね。昔はね、2.5 インチハードディスクのノートパソコンだったんですよ。こんなよく四角いコンパクトタイプのハードディスクだったんですけども、最近はもうね、M.2 っていう薄いカードみたいなやつの記憶媒体になったんで、だから軽くなったっていうのと、あとやっぱりベゼルこんな狭いんで、昔ね、10年ぐらい前、14インチのノートパソコン持ってたんですけども、その時重量2キロぐらいあったんですよ。で、ベゼルの広さもこれめっちゃぶっとかったんですよね。で、それが今ではこのベゼルっていうのはこの画面のこの縁のことなんですけども、こんなに細くなって、それこそ昔の13インチクラスの大きさで14インチの画面サイズを実現してますよね。ほんとさっきから昔々って言ってるんですけども、ほんとね、パソコンしばらく新しいの使ったことなかったから、進化に驚いてるっていうね、自分に驚いてますね。一つね、これ懸念事項があって、液晶が何を使ってるのかわからないっていう。スペック表見てもね、液晶の種類が書いてないんですよ。どういうことかというと、こういう液晶には2タイプあって、TN 液晶と IPS 液晶っていうのがあるんですよ。で、TN 液晶は画質が悪い。IPS 液晶は画質がいいっていう。だから当然 IPS 液晶のノートパソコンを使いたいじゃないですか。でもこれスペック表見ても書いてない。デルのホームページに行ってもこれ何液晶か書いてないと。一応なんか高視野角ディスプレイみたいなこと書いてるんですけども、僕が知りたいのは TN 液晶か IPS 液晶なのかどっちなのかっていうのを知りたいんですよ。で、ちょっと届くまで不安だったんですけども、これ多分 IPS 液晶ですよ。こんな感じで、こうやると分かりやすいんですけども、TN 液晶だとこう視野角が狭いからね、この角度だともう見えないんですよね。だけども IPS 液晶だと視野角が広いから、ほらこんなに倒しても見えるじゃないですか。
だからほんとね、これ、良かったと思いましたね。これ IPS 積んでてくれてよかったって。いや、だから、これ、ちゃんと IPS 液晶って書いてくれればよかったんですよ。自分が欲しいパソコンを絞り込めるページがあるんですよ。例えば、14インチパソコンのところにチェック入れたら14インチが表示されるとか。で、IPS 液晶っていうチェック欄もあるから、そこをチェックしたら IPS パソコンがバーッと表示されるんですよ。でもこれね、IPS にチェック入れても出てこないから、もう不安だったんですよ、届くまで。だけども、結果 IPS 液晶で良かったっていう。だから最初からね、これ、デルが IPS 液晶使ってますよって言ってくれてれば、もうちょっと安心して買えたっていうのはありますね。で、こちらのノートパソコン、そもそもなんで買ったのかっていうと、動画編集をしたいから買ったんですよ。普段はこちらのデスクトップで動画編集してるんですけども、やっぱモバイル用途でも動画編集したいなと思って買ったのがこちらなんですね。でもこのパソコンを買う前にお試しで、こちらの iPad Pro を買って試しに使ってみたんですけども、ちょっといまいちで、この iPad Pro だとね、動画編集ソフトもっさりなんですよ。なんか動作が重くて、ちょっとそれがストレスで結局、使わなくなりました。でその代わりに購入したのがこちらなんですけども、でデスクトップで編集してる時は当然サクサク動くんですよ。でデスクトップまでとは言わないけども、ストレスないぐらいにね、このノートパソコンで動いてくれればいいなと思ってたんですけども、そもそも予想外の事態が発生して、CPU の性能がこのデスクトップよりもこっちの方が上なんですよね。シネベンチ R23 っていう、CPU の性能を測るソフトがあるんですけども、それかけてみたら、こっちの方が数値高かったんですよ。ちょっとこんな感じでちょっと出しておきますね。こっちのデスクトップちょっと古いタイプなんですけども、古いタイプって言っても昔のね、こうフラッグシップ機ですからね。まさか今ノートパソコンの CPU の方が、これ性能上回ってると思いませんでしたよね。だから当然動画編集ももうサクサクできました。こちらが動画編集の画面なんですけども、ベガスプロ16というソフトを僕が使ってるんですよ。で、これ低スペパソコンだと再生ボタンを押してから再生されるまでにタイムラグがあるんですよね。ちょっと今やってみますね。こんな感じでね、タイムラグあんまりなくこれ再生できるんで、すごい動画編集キビキビできてよかったですね。ちなみにこの iPad はね、再生ボタンを押してから、再生されるまでに結構タイムラグがあって、で、それがストレスで結局これ使わなくなったんですよ。で、その代わりに購入したのが、こちらのデルのインスピロンですね。こちらもサクサクで動きます。細かいこと言うと、デスクトップと比べたらちょっともっさりしてるんですよ。なぜかというと、デスクトップはメモリー32ギガ積んでるんですね。で、こっちの方は8ギガしか積んでないですよ。やっぱそのメモリの差で、ちょっとキビキビ感はデスクの方が上かなって感じなんですけども、これ、メモリスロット1個空いてるんで、ちょっとやっぱ気になるなと思ったら増設すればいいだけの話なんですよね。この拡張性があるっていうのもこれ素晴らしいですね。で、これほんと素晴らしいパソコンなんですけども、ちょっとダメなところもあるんですよ。で、まず一つがここですね。電源ボタンがここにあるんですよ。で、ここ本来ね、バックスペースがあるポジションなんですよね。だからタイピングでわーっと打って、文字間違えた、バックスペースで消そうって時に電源ボタン間違って押しそうになるんですよ。これめちゃめちゃ危ないですよね。だからなんでこの位置にね、電源ボタン持ってきたんだっていう。これもうちょっと離してくれればいいのにね。これがね、ほんと残念でならない。それ以外はね、そのキー配置も悪くないし、このタイピングの押し心地もそんな悪くないですよ。だから唯一この電源ボタンの位置だけ、ちょっとやめてほしかった。で、あともう一つ、画面の角度なんですけども、こっから、ここまでしか開かないんですよ。これ以上開かないんですよね。もうちょっと180度開いてくれると最高だったんですけどね。で、これなんで中途半端なとこまでしか開かないかというと、こういう構造になってるんですよ。これぐーっと開くと、ほら、ここちょっと空間ができるんですよね。
ここがちょっと盛り上がって、でこの盛り上がりのせいで、画面が最後まで倒れないと。でもこの盛り上がりのおかげでここに空間ができるから、タイピングもやりやすくなるし、あと排熱も良くなりますよね。ノートパソコンってね、底面で結構熱がこもったりするんで、こういう風に空間が空いてくれると熱のこもりが良くなるじゃないですか。だからそういう利点もあるからね、ちょっと一長一短なんですよね、こればっかりは。でこんな感じで細かいところを見ていけば、不満点もあるんですけども、総合的に見たらもうすごいいいパソコンですよ、本当に。であとね、もう一個いいところあった。ここにね、イヤホン端子がついてるんですよ。これ本当にありがたかった。なんでありがたかったかっていうと、この前に使ってたiPad、イヤホン端子がついてないから本当ね不便だったんですよ。動画編集機として、パソコンの代わりとしてこいつ買ったのはもう僕のミスだった。やっぱりタブレットはタブレットであってパソコンの代わりにはなりませんでした。だけどもこれじゃあ動画閲覧機として使うのはどうかって言われたら、例えばYouTube ちょっと見たいなって、でもちょっとイヤホンしなきゃなと思うじゃないですか。イヤホン端子がそういえばないんだった。くっそと思って、イヤホン端子ちょっと引っ張り出して、でこれイヤホン端子を増設するドックなんですけども、でイヤホン端子を増設して、よし聞くかってなるんですよね。でもこのね手間が本当にめんどくさくて、結局これね動画観覧機としても使わなくなりましたね。やっぱりね思いついた時にパッと使えないとダメなんですよ。このイヤホン端子ね探して挿してってやって、この手間が本当に億劫なんですよね。で無線イヤホン使えって声もあるんですけども、使えるレベルの無線イヤホンって最低でも1万ぐらいするじゃないですか。でなおかつちょっと充電も気にしなきゃいけないし、充電器持ち歩くのもね結構かさばるんですよ。でもこの有線イヤホンだったらそんな安いし、充電器なんか持ち歩かなくても挿せば使えるしね、もう非常にやっぱり僕的には使い勝手がいいんですよね。だからやっぱりイヤホン端子があるっていうのは本当ありがたいなと思いましたね。そんな感じでね、本当これ素晴らしいパソコンだなと思いました。だからちょっと皆さんもねぜひ使ってみてほしいんですけども、でもこれちょっと届くまでにね2週間かかるんですよ。だからもしこの動画見て興味がある人は早めに頼んだ方がいいですね。注意事項はそんな感じで、今回は、デルのノートパソコンインスピロン145000を紹介しました。